私の名前はナオミ。60歳の公務員だ。3歳年下の夫のユウスケとは、今年で結婚35年目になる。一昨年、下の息子が大学を卒業し、独立したことで、数十年ぶりに二人きりの生活が戻ってきた。長かった育児が終わり、あとは二人でのんびり過ごすだけだ、と思っていたのだが、ユウスケはそう考えてはいなかったらしい。子供たちがいなくなってから、ユウスケはどんどん私に冷たく接するようになったのである。今日も帰ってきたと思ったら、ただいまの一言もない。ユウスケは乱暴にカバンを放り投げて、どっすりとダイニングテーブルに座った。おい、飯。ああ、ごめんなさい。まだ準備ができてないの。今日はちょっと仕事が立て込んで、帰りが遅かったから。少しでも会話をしよう、とそう続けた私の言葉を遮るように、ユウスケが舌打ちをする。風呂は？お風呂も、まだ掃除ができてなくて、ちょっと待ってね。そう言うと、足を上げたユウスケが机を蹴りつける。先に並べておいた食器がガチャンと大きな音を立てた。私は思わず肩をすくめてしまう。はあ？じゃあお前は何してたんだよ。だから仕事が立て込んでいて。言い訳してんじゃねえぞ、このぐうたらババアが。もう一度机を蹴りつけたユウスケは立ち上がり、ドスドスと自室に入っていってしまった。その背中を見送って、私はため息をつく。ここ数年、ユウスケはずっとこんな調子で、私とまともに会話をしようともしてくれない。子はかすがいとはよく言ったもので、子供たちが独立してからというもの、ユウスケはすっかり私から興味を失い、それどころか邪険に扱い始めるようになった。最近では何をしていても文句を言われるような状態で、私は休日、ユウスケと顔を合わせないように気を使うようなありさまである。その上、養う子供がいなくなったからなのか、金遣いが荒くなりだしたのも気になっていた。毎月届くクレジットカードの明細を見るたびに、数十万円という出費があるのだ。何に使っているのかと問いただそうにも、あの様子のユウスケとでは対話のしようもない。今は私も働いているからいいものの、数ヶ月後には私は退職する。そうなったら、ユウスケの給与だけで家計を支えていくことはできるのだろうか。不安に思いながらも、どうすることもできずに半年が経った。この半年の間に、高齢だった私の父が亡くなったり、ユウスケが数日間連絡もなく姿をくらませたりと様々なハプニングはあったものの、仕事の方は無事に務め上げることができた。そして最後の出勤日から数ヶ月経った今日、私の口座に退職金が入金された。大学を出てすぐに公務員試験に受かり、長年勤めてきた上での定年退職だ。それなりの金額が入っていることを確認して、私はそっと安堵していた。これなら、無駄遣いさえしなければ、老後は平穏に過ごしていくことができそうだ。そう、無駄遣いさえしなければ。その時、不意に私の胸中に不安の影がちらついた。ユウスケのことである。数年前から私に冷たい態度を取り続ける夫。あと数年もすれば、彼も定年だ。そうなれば、あの人と一日中同じ家で過ごすことになる。果たして私は耐えられるのだろうか。しかし、この時の私は、そんな不安が別の形で裏切られることになるだなんて思ってもいなかったのである。ただいま、ユウスケ。何これ？どういうこと？ある日、買い物から帰ると、私を迎えたのはがらんとした部屋だった。
あちこちにあったはずの家具や家電が消えているのである。当然、祐介の姿もない。その時、ピロンと音を立ててスマホが着信を告げる。動揺が抜けず震える手で画面を確認すると、そこには祐介のアドレスからのメールが表示されていた。何かあったのか。助けを求めるような気持ちで、それを開封する。本文は数行程度。数枚の画像が添付されている。ババアと老後はごめんだわ。長い間俺のために働いてくれてありがとな。めまいを覚えながら添付されていた画像を開く。そこには海外の空港らしき場所でポーズをとる祐介の姿が写っていた。その隣には同じようにピースをした見知らぬ女性もいる。その女性は50代の祐介に対して不釣り合いなほど若く、20代ほどに見えた。背景からして海外のようで、肩や足をむき出しにした薄着で祐介の腕を抱いている。その首に花の霊がかかっているのを見ると、もしかするとハワイなのかもしれない。嫌な予感がして、部屋に残った棚を漁る。棚にしまっていた通帳を確認して、私は息を飲んだ。私の個人用通帳に入れていたはずの2000万円が全額引き落とされていたのである。私は体中から絞り出すような大きなため息をついた。祐介はとんでもないことをしてくれたのだ。え？父さんが？気の動転した私が真っ先に相談したのは、息子の正気と東馬だった。二人とも独立し、我が家から車で数十分というところに住んでいるのだが、父さんが失踪したと告げると、大慌てで家に帰ってきてくれたのである。あちらこちらの家電や家具のなくなったリビングに二人を挙げて、お茶を用意する余裕もなく、スマホを見せて事の次第を説明する。驚きの声を上げたのは下の息子の東馬で、何か考え込むように口をつぐんだのは上の正気だ。この女の人、もしかしたら。しばらく黙っていた正気が、そう言ってスマホの画面を指さす。実は、俺、この前オフィスの方で親父を見かけたんだけど、その時、この人と一緒に歩いてた。それってつまり、浮気ってこと？いや、でもまさか。じゃあ、父さんは、母さんの金で浮気相手とハワイに飛んだってことかよ。父親のしでかしたことに、東馬は頭を抱えた。私も同じような気持ちだ。もともと、息子たちはここ数年の祐介の態度については知っており、私の味方をしてくれていた。特に、就職して家庭も築いている正気には、父さんと何かあったら、うちに頼ってきてくれ。と言われたことを心の支えにしていたのだが、こんな形で頼ることになるなんて。まさか祐介の方が先にあの家を出ていくなんて思っていなかった。本と言うと、前から少し疑ってたの。息子たちに見守られながら言う。え？父さんの浮気のこと？首をかしげる東馬に私はうなずいた。祐介の浮気を疑い始めたのは、私が退職をする2ヶ月前のことだ。祐介が連絡もなく、数日間家を空けたことがあったのである。結局、祐介は、出張だよ、出張。言うのを忘れてた。などと言って帰ってきた。しかし、祐介が帰ってこないことを心配して会社に連絡したときに、祐介さんは有給休暇を使われて、本日はお休みとご連絡いただいていますが、と言われたのである。祐介が嘘をついていることは明白だった。しかし、私はあえて追及はしなかった。どうせ問い詰めたところで適当に交わされるか、開き直って怒鳴りつけられて話が終わるだけだ。追及する代わりに、インターネットを通じて更新所に調査の依頼を打診することにしたのだ。数ヶ月かけて様々な打ち合わせや費用についての話し合いを経て、
ここ数日でやっと本格的に調査を開始してもらうと決まった矢先の出来事だったのである。じゃあ、母さんは、親父の浮気についてはもう動き出してたんだ。ええ。でもまさかこんなことになるなんて。これからどうすればいいのかしら。思わず顔を覆って大きなため息をつく。どうすればじゃないよ母さん。警察に行こう。そうだよ。すぐ被害届を出さなきゃ。父さんがやったことは窃盗なんだから。息子たちが力強い口調で言う。そう、祐介がやったことは窃盗である。本人は私の退職金、夫婦の共有財産にあたるお金を拝借してハワイに飛んだつもりなのだろうが、祐介が手をつけたのは私の使用の通帳の2000万円だ。それは退職金ではなく、数ヶ月前に亡くなった父の遺産だったのである。親族から相続した財産は、夫婦間での共同財産ではなく、私個人の資産として扱われる。祐介は私の資産を盗んだのだ。私は息子たちの言葉にうなずいて、警察に被害届を提出することにした。今まで我慢してきたが、今回のことはもう見逃すことができない。徹底的にやろう。そう決意したのである。さすがの祐介もハワイに移住する気はなかったようで、1週間ほどしたら日本に戻ってくる予定であるというのが更新所の調査で判明した。その間に私は更新所や息子たちと協力して祐介の浮気の証拠を徹底的に調べ上げた。祐介の浮気相手はマナという女性で、祐介の勤め先の店舗でアルバイトをしているらしい。祐介とマナは去年から付き合い始めたというのだ。その頃にはすでに私への態度は冷たいものだったが、暴言や乱暴な振る舞いが増え始めた時期にも合致していた。二人がハワイから戻る飛行機の便を突き止めた私たちは、空港で二人を待ち構えることにした。ハワイ超楽しかったね。そうだな。でもこんなに買い物して、この後の引っ越しが大変だぞ。いいんだもん。ベタベタとくっつきながら飛行機から降りてきた二人の前に、私と息子たちはざっと立ちはだかる。女の方はきょとんとしていたが、先ほどまでデレデレと緩んでいた祐介の顔はさっと青くなった。私だけならともかく、息子たちも険しい顔で祐介を睨みつけているのだから、状況が良くないことはすぐに察することができたのだろう。ナオミに、正気、トーマ、どうしてここが。はあ？ナオミって誰？何このおばさんたち。状況の分かっていないらしいマナを無視して、私は懐に入れていた離婚届を取り出す。祐介、離婚してちょうだい。その言葉に、祐介がハッとなる。ひるんでいたことをごまかすように勢いづいた口調で、急に来て、何かと思えば、ああ、離婚？いいぜ、してやるよ。願ったり叶ったりだ。と言って、私の手から離婚届を奪い取った。もちろん、あなたの浮気が原因だから、慰謝料は支払ってもらうわよ。ああ、慰謝料くらい払ってやるよ。そう言って、記入を済ませた離婚届を私に押し付ける。ドンと突き飛ばすようなその勢いに、私が思わずよろけると、後ろにいたトーマが支えてくれた。祐介は、その様子を、はっと鼻で笑ってみせる。まあ、お前の退職金は全部使っちまったから、もう戻っては来ないけどな。ああ、そのことですけど。なんとか離婚届を受け取った私は、トーマの手を借りつつその場から一歩引いた。あらかじめ待機していてくれた警察の人たちがぞろぞろと現れ、祐介の周りを取り囲む。は？おい、なんだよこいつら。突然現れた警官に四方八方を囲まれた祐介とマナは、目を白黒させてたじろいだ。
そう、この空港に来る前に、私たちは警察に連絡をしていたのである。被害届を出した窃盗犯が日本に帰ってくるので、逮捕をしてほしい、と、窃盗犯というのが私の夫であることを説明すると、警察は心よく取り押さえるまでの会話の時間をくれた。あなたが持ち出した2000万は、私の退職金じゃなくて、私が相続したお父さんの遺産なのよ。ああ？だからそれがどうしたんだよ。お前の金は俺の金だろうが、どう使おうが。祐介さん、あなたのしたことは窃盗なんですよ。はあ？警察からそう言われても、祐介はまだ自分のしたことを理解できていないようだった。ポカンとしながら、伸ばされる警官の手を振り払う。その隣では、マナがヒステリックな悲鳴を上げていた。何よこいつら。祐介さん、さっきから何なの？わけわかんない。おい、やめろ、触るなよ。何なんだお前ら。こら、暴れるな。お前たちを窃盗の容疑で逮捕する。はあ？窃盗？なんだよ。俺は何も盗んでないぞ。暴れる祐介とマナが警官たちに取り押さえられる。お疲れ様です。ご協力ありがとうございました。いいえ、こちらこそありがとうございます。あとはよろしくお願いいたします。あとのことは警察に任せよう、と私と息子たちはその場を後にした。それからしばらくして、留置所にいる祐介から何度も連絡があった。俺は知らなかったんだ。あの金がお前のものだったなんて、てっきりお前の退職金だと。退職金だったとして、それを勝手に全額使い込んで浮気相手と旅行に行くことが許されるとでも思ってるの？それは、とにかくこっちの裁判のこともあるし、慰謝料の支払いは。待ちません。早く支払ってください。ナオミ、頼むよ、許してくれ。電話口の向こうで半泣きの声がそう言ったが、私が答えるはずがない。すべて無視して、通話を切った。その後、祐介には窃盗で実刑判決が下ったとのことだった。祐介は私への慰謝料に加え、その罰金も支払うことになったのである。その上、浮気相手であるマナにまで裁判を起こされたというのだから笑ってしまった。マナ曰く、既婚だなんて知らなかったのに訴えられて、慰謝料まで支払わされた。自分も被害者だ。とのことで、今は泥沼状態の係争中のようだった。1年近く浮気をしておきながら、相手が既婚であることに気づかないものだろうか。とは思うものの、私の関係する話ではないだろう。そんな状況もあって、祐介は様々な支払いのため、方々に借金を作り、その返済のために昼夜を問わず死に物狂いで働いているようだった。オフィスの近い正気曰く、昼間の仕事が終わったら、そのまま交通整理のアルバイトに向かうような生活をしているらしい。私より年下とはいえ、祐介も若くない。そんな働き方をしていたらいつ体を壊すか分かったものではない。とは思うが、これもまた私には関係のない話だ。私はというと、財産分与の関係で家を引っ越すことになった。正気や東馬の家から少し離れた場所にアパートを借り、一人暮らしを始めたのである。正気や東馬は同居も提案してくれたが、独立した息子の家や新婚夫婦の家に転がり込む姑になるのはまっぴらごめんだ。それに、数十年ぶりの一人暮らしは開放感があって悪いものではない。祐介と二人で住んでいた数年間、次は何に文句をつけられるのだろうかとビクビクしながら過ごしていたのだから、なおさらだ。これを機に、新しい習い事にでも挑戦して、第二の人生を歩んでいこう。私はそう考えながら、新居の窓を開けた。